おはようございます。たかしです。本日は6月25日火曜日、ただいま8時15分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。先日お話ししていたのがこの黄色の矢印のこの高値ですね。長い上髭の陰線が出ておりますが、そこを上抜けてきたので、月曜日、昨日も上昇する可能性が高いですよっていうようなお話をしていたと思います。案の定そんな感じになってきましたね。高値を更新してきました。ただし、昨日は突発的な下落もあって、下髭も長くなっております。今、ポンド円はまだ上昇する余地はあるんですが、そろそろ天井も意識しておいた方がいいと思います。ストキャスティクスは高値圏ですよね。ですので、例えば今ですと、この白いトレンドラインがありますが、これ過去1度、2度反応しているところですね。そのあたりまでダラダラと下落してくる可能性があります。そうすると200円とか199円ぐらいまで押しをつけてくるというような、そういう動きにもなりかねませんので、今ストキャスティクスが高値圏にあるってことは、ここから一度大きめの下落をする可能性もありますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足はずっとここ揉み合っていたところを上抜けて、6月の半ばに一度上抜けているんですが、すぐに全戻しになっておりますね。そして先週しっかりと上抜けて、そのこのオレンジの水平線に押しをつけての上昇になってきております。昨日の動きは一度急落をしてますが、この急落 GMMA の青帯で抑えられているの分かりますよね。GMMA の青帯に一度押しをつけた形になってきておりますので、そしてそこからの高値更新なので、ここからまた203円付近までは上昇していくと考えております。ただこのまま203円を目指していくのか、それとももう一度押しをつけてから上昇するのかは分かりませんので、今日足のストキャスティクスも高値圏でしたが、4時間足も高値圏ですよね。4時間足に関してはもうずっと高値圏付近に張り付いておりますので、やはり日足4時間足を見ていても、ここからの上昇についていくのは難しいかなと思います。どこで大きな下落になるか分かりませんので、まずはしっかりと押しを待ちたい。できればこのオレンジの水平線ぐらいですね、もう一度昨日の安値、もしくは201円のミドルぐらいまでの押しを待ってからの次の上昇のイメージを持っておくと安全なトレードができます。ただ本日このまま浅めの押しからスルスルと203円を到達してくる可能性もあるので、その場合は203円付近で下落の兆しが見えるのであれば、そこからの短めの下落の流れを利用することも可能かもしれません。ただ基本的には上昇トレンド中ですので、ショートエントリーをするってことは逆張りすることになるので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足はずっとこの GMMA の青帯が意識されて、そこに沿って上昇してきてますね。一度下抜けはしたんですが、これは4時間足の GMMA に接触しに行くような動きでした。そして昨日のこの下落も結局先ほど言ったように4時間足の GMMA に接触して上昇してきているんですね。そしてローソク足の実体部分は GMMA の青帯でサポートされておりますので、本日も GMMA の青帯まで押しをつければ、そこからの押し目買いで次の上昇の流れに乗っていって203円ぐらいまでの上昇に乗っていけるといいと思います。現在は203円付近を一旦の天井とは考えておりますが、そこから下落するかどうかは分かりませんし、もしかすると203円付近から大きめの下落になる可能性もあるので、上昇トレンドについていく場合は一旦203円付近を天井と考えておくのがいいと思います。ですので本日もトレードとしては簡単ですね。今までの動きと同じように、まずは GMMA の青帯に押しをつけてからの上昇、こんな動きのイメージを持っておくと、エントリーのポイント、そしてエントリーの方向性が分かりやすいと思います。もしかすると昨日みたいなこういう急落があった場合も結局下髭で戻されておりますので、急落をしてきた場合も基本的には押し目買いでついていくのがいいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも白いトレンドラインに沿って上昇してきてますね。現在は為替介入での高値 160.2 付近を目指しておりますが、ちょっと上値が重くなってきてますね。こちらもストキャスティクスは高値圏ですので、ここでの今ダブルトップが意識されておりますし、昨日のローソク足は陰線
線になっておりますので、もしかすると本日からダラダラと下落していく、そしてこの白いトレンドライン付近まで156円とか7円とかそのあたりを目指して下落する可能性は十分にありますので、そこはご注意ください。今のところ強い上昇をしてきておりますよね。連続陽線、昨日は陰線ですがそれまでずっと陽線ですので、このまま160円を上抜けてくる可能性も十分あるんですが、まずは一旦ここでのダブルトップが意識されての下落をイメージしておくといいと思います。もちろん上抜ければ160円をしっかり上抜けてからの上昇の流れについていくっていう考え方です。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯上向き上昇トレンド中、そしてこの緑のトレンドラインに沿って現在は上昇中です。昨日一度大きく急落はしましたが、結局 GMMA の青帯で反発しての上昇になっております。ただやはり160円が近づくと上値が重くなってきておりますので、本日も上昇方向に動きやすいと思うんですけれども、やはり上がったところは売られやすいし、下がったところは買われやすいので、まずは昨日の安値と高値を意識しておくといいと思います。そのあたりまで上がってくれば売られやすいですし、そのあたりまで下がってくれば買われやすいので、このあたりにアラートを仕掛けておくといいかもしれないですね。昨日の安値と昨日の高値にアラートを仕掛けておいて、その中でのレンジ、そしてそれを抜けた方についていくという考え方、もしくは 160.2 付近のこの為替介入で下落した日足の高値付近にもアラートを仕掛けておいて、その辺でのプライスアクションを見ておくのがいいかもしれません。現在はトレーディングビューというチャートツールを使っているんですが、無料で登録できますので、概要欄に URL を貼っておきますので、ご登録まだの方は一度無料登録をしてみてください。かなり使いやすいチャートツールとなっております。では1時間足です。昨日は急落したんですが、結果的にローソク足の実体部分は GMMA の青帯でサポートされておりますよね。本日はここから上昇できるかどうかっていうところに注目です。今ちょっと上値重くなってきてますので、もしかすると一度この赤い水平線ぐらいまで下落してくる可能性は考えておきたいですね。もしくはもう少し深く押してくる可能性もあるので、そうするとやはり先ほど言った昨日の安値付近 158.7 付近から昨日高値の 159.9 付近の間でのレンジで、その中での動きでそこを抜けた方についていくっていう考え方を持っておくと、トレードの方向性が分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中のご登録をお勧めします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただきます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。